大手3社と業務提携ってこれどういう内容の提携なんですか？紹介してもらえるわけじゃないですよね。もうあります。あるんですか？他はない、あまりないと思いますけど、僕らはあったりもしますね。あったりってなんですか？どういう業務提携してるんですか？クラウドファンディングのサイトもコンサルするんちゃうんってお話あったと思うんですよ。ただ僕らほど一社に伴走してってのはやっぱりできないっていうのはどうしてもあるんで、そういったお客様のニーズとかがあれば僕らにご紹介いただくこともあったりは、それはじゃあ提携できてるんですか？無理ってなったら振ってもらえるってことですか？僕らはキャンプファイヤーズの幕開けさんに関してはあったりも。業務提携っていうのはその企業間同士の契約として業務提携をしているのか、それとも担当者と仲良くなってプラットフォーマーさんたちが受けれないのを紹介していただいているのかっていう。僕のご紹介の話でいくと担当者さんベースになりますし、企業の提携でいくとクラウドファンディングのサイトさんからもお支払いいただいてるんで、普通にキャンプファイヤーさんと契約書巻いてるんですか？そうです、おっしゃる通りです。それをさせていただいてて、先ほどのごめんなさい、ごちゃになっちゃったんですけど、案件のご紹介とかは担当者さんベースでグッドブリッジみたいな感じの。課題についてクロスセルもご検討されているということですけれども、出版と SNS ね。 SNS はめちゃくちゃ相性いいと思いますね。 SNS 運用やりながらクラファンやってる会社多いんでしょう。その時点で親和性ですもんね。僕らの会社自体で SNS めっちゃ分かってるっていうレベルでもやっぱなかったりはするんで、クラウドファンディングの部分だけかいつまんだらこういう風にやればいいですよっていうのはできるんですよ。ただやっぱり実行者さんによっては SNS も全く分かりませんみたいなの方とかって、僕らもその一番最初から手取り足もできないんで、どうしてもクラウドファンディングで今回はこれでいきましょうみたいなのはやらせていただくんですけどっていう状態なんで、お客さんで SNS も使いながらやりたいですみたいな意見とか結構多いですか？ありますね。相性いいもんな。特にプロセスエコノミーとの相性めちゃくちゃいいんで。ただの資金調達ですよね。ストーリー見せて応援されるっていうプラットフォームだからまさに SNS ですよね。対象となる顧客がちょっと少ないように思います。今回のコンセプトっていうのは、SNS 以外での広告っていうのがまず一つで、クロスセールっていうところを考えると、できないよって降りてくるところっていうのは前提としてやろうと思ってる人の中でしか売り上げが取れないので、世の中にいろんなものを売りたい、いろんなサービスを出したいけれども、クラウドファンディングやろうって思われる人の層っていうのが圧倒的にじゃあそれが多数を占めるかっていうと、僕はあんまりそうは思わない。この収録に出てきてサービスを売ろうとされてる方々のお話を聞いてきましたけど、クラウドファンディングでって言われた人一人もいないんですよね。ということは、じゃあ世の中で新しい商品を開発した人たちがクラウドファンディングでやろうっていう風な一連の流れがまだできてないと思うので、やろうと思ってる人にアプローチするんではなくて、やろうということを教えるっていう立場で何か商材を一つ作られるのはいかがかなというふうに思いますね。学校もしくは課金型のその指導的な何か商品ビジネスをされるような人たちに対して、クラウドファンディングやったらどうですかっていうようなところからアプローチされるような商品もしくはサービスを御社の企業の中で開発されると、継続的な課金につながってくるんじゃないかなというふうに思いますよ。めちゃくちゃその通りですよね。でもクラファン学校じゃないってことですよね。うわ、むずいですね。新規事業学校みたいなことですよね。その中にクラウドファンディングを混ぜていく。例えば今日出演されている方々とかっていうのは多分 SNS の運用であったり、フォロワー数増やされるっていうところに特化されておられると思うので、そういった方々と何か一つの商品っていうのを作り上げるっていうのも一つの手かなというふうには思いました。めちゃくちゃいい話なんですよ。ただどうやってやればいいんかなっていうところが、協業一択ですよね。これ根本的なところというか、その上流に登ってちょっと考えたときに、今かかってるのがそのクラウドファンディングで、そもそも引っかかってるターゲットのユーザーさんって多分2種類いるかなと思っていて、認知を広げたいかつ資金調達したいっていうのが合わせできますよと。っていったとき、それぞれで分解して考えると、資金調達みたいなことを課題解決を支援されている方々っていろいろな企業体であると思うんです。例えばその補助金代行みたいなところもまさにちょっと近いかなと正直思ってるんですけど、中小企業診断士さんだとか、彼らの提案のテーブルとしてクラウドファンディングっていうオプションを持っていただくっていうのが多分一番近いかなと思ってます。で、もう一方でその集客みたいなところの課題解決をされている部分でいうと、例えばマーケティングみたいなことを支援している会社さんもそうですし、御社に近いところで例えばウェブ制作みたいなの方々がそもそもサイト制作する上で集客も最初からしましょうみたいな提案の一つでクラウドファンディングってオプションを彼らに持たせると。リソースもなかなか限られている中で、彼らにオプション、クラウドファンディングって手法を持ってもらうっていう開拓先をいろいろ検討することは、御社に合うのかなと今伺ってて感じてます。僕言った飲食店の居抜きの会社とか飲食店専門の不動産会社とかはまさにそういうメニューでっていう意味合いだったんですけど、すごい相性いい気がしますよね。しょうもない、例えば道歩いてたあるような居酒屋が資金調達したいってなって来てもいけるんですか？
もう何の取り柄もない。しょうもないか分かんないですけど、よくあるような皆さんがイメージ湧くような居酒屋さんとかそういった方とかで結構まあ数百万とかの事例とかもまああったりも支援金額とかもあったりするんで、いけるんですか？いけるかどうかの話でいくと、結論いけるんかなと思ってるんですけど、なんかあくまで僕らもお伝えするのはやっぱ実行屋さんも頑張ってもらえへんかったらうまくいかないっていうのは前提としてあるんで、居酒屋さんが何のクラウドファンディングするんですか？例えばですけど、ずっと続く居酒屋とかが移転急遽せざるを得なくなっちゃってみたいな、移転がなかなか難しいっていう状態でもこのまた潰れる移転を一緒に移させていただいて、転費用っていうことですか？おっしゃるとおりです。対価として出すのは何ですか？その新しく移転した時のお食事券であったりとか、もう結構もうお気持ちで応援してくれる方もやっぱすごいいらっしゃったりとかも。じゃあ御社のクラウドファンディングのサービスをクラウドファンディングで出してみたらいいんじゃないですか？うわすげえ。新たなクラウドファンディングサービスもしくは指導サービス、さっきのスクールサービスみたいなものを僕らやりたいんです。でそのためにクラウドファンディングの予約券を買ってもらえませんか的なものをクラウドファンディングしてみたら、また新たなお客さん層が見えてくるんじゃないんですかね。クラウドファンディングサポートをクラウドファンディングするってことですか？それ SNS でバズりそうですか？ SNS でバズんないのと集まらなそうな気がする。そうですね。ごめんなさい。なんか何でもいけるっていう意味でお伝えしたわけではなくて、よくある居酒屋さんとか行けますかっていうのはいけるってお答えにはなっちゃうんですけど、基本的に B2B はやっぱりどうしても難しい。 2B とあと無形商材とか結構難しそうですよね。とか、なんかウェブ制作会社始めますみたいな感じのはやっぱりきついですね。ストーリーが生まれづらいですからね。そうですね。ちなみに成功率はどのくらいなんですか？ 80% ぐらい。すごいなそれ。それ厳選してってことですか？僕ら料金いただくんで、やっぱり他の方は料金いただいてないんで、その分やっぱお断りはどうしても出てまうっていうのは実際のところある。何パーぐらいお断りしてるんですか？多分断る率っていうのはお金が払わないから断るんじゃなくて、払うけども断るっていう率ですよね。そうですね。なんで10社さん20社さんとかですかね。200社ぐらいの中200社ぐらいはで受けてます。あんまり断らないってことですよね。僕は基本的に大体受けるのは多い。あんま断らんし8割成功させる。それはすごい。成功率の定義でいくと、クラウドファンディングの画面での支援金額達成してるっていうところのお話させていただいてるんで、やっぱり僕らにどうしてもご依頼いただくときって1000万欲しいですとか1億欲しいですみたいな、もう無理ですよみたいなお話するんですよ。それを踏まえて目標金額じゃここぐらいでいきましょうとかの達成のお話になるんで、皆さんが1000万集めたいですで僕らそういうパターンが受けれないのが多いですね。どのくらい下げるんですか？基本的に下がるっていうのはやっぱ多いですね。オファーはいかがでしょうか？はい。僕今 SNS のコンサルめちゃくちゃクライアントいるのと、最近スクールも始めてそこにも何百人もいるんで、基本的に僕のやり方ってもう潰れそうな会社とか潰れそうな町とか村とかそういうところを復活させるっていう感じのプロセスを見せていくような動画を出してるんですよ。クラファンやりたいって方めっちゃいるんですよ。そこはおつなげできるなっていうのと、他にもいろんなところで僕スクールの講師やってるんで、多分日本全国ほとんどの SNS スクールに下ろすことができる気がするんで、インフルエンサーが達成した方が絶対美味しいじゃないですか。めちゃくちゃありがたいです。はい、ですよね。その方たちがここ使ったとかって言ってくれたらめちゃくちゃ認知につながると思うんで、そこはおつなぎできるなっていうところですね。御社の売り上げの 15% ぐらい。直接なんか僕らが最後のクロージングというか営業までは僕らがさせていただきみたいな。そうです。全てもうやってもらって紹介した分は 15% でいただく。ありがたすぎるなっちゃうかもしれないんで。いや全然大丈夫ですよ。だからめちゃくちゃ紹介できると思うんで。で僕ほとんど手間ないじゃないですか。あともし可能だったらインフルエンサー用にちょっと特別プランみたいなの作ってほしいですね。はい。それはまたちょっと後々って感じで。その制作会社さんとか先ほど言ったその開拓先みたいなところを一緒に伴走できないかなと思っています。で、弊社でいうとそもそも制作会社さんができないウェブマーケみたいな部分を一緒に協業って形で彼らの OEM っぽくやっていたりとかもする企業さんはあるので、そういった企業さんまずご紹介できたらというのと、多分御社に合う制作会社というのはまた違ういろいろあるかなとも思うので、競合さん何やっててみたいな、さっきもちょっとあんまりご理解されてないのかなって勝手ながら感じたので、競合調査みたいなのも含めた1時間を3万円でオファーさせていただきたいと思います。ノットオファーです。すいません。いろいろお話をお聞きしたんですけど、うまくこうお手伝いできるというか、動画なかったので、ちょっと本当に申し訳ないんですけども、すいません。ノットオファーで今回のテーマが、そのウェブを使わない集客っていう部分と、継続的な収益のところっていう部分でいろいろこう手法は出てくるんだろうなというふうなこう想像はできるんですけど、私のグループでそれにちょっと答えれるようなことがちょっとできないかなっていうところでノットオファーということになります。ありがとうございます。では最終決断をお願いします。
全員から受けさせていただければと思います。安尾さんの今回の件についていかがでしょうか。この事業自体約4年ぐらいさせていただいてて、結構僕ともう一人とかでこう考えて走ってるっていうところが多かったので、他の方からのご意見いただくっていう機会ももちろんあったんですけども、またさらにソーソンの新しいご意見とかお話をいただいて、事業をもっとブラッシュアップして、お客様とかにもよりよくいいサービスできるように頑張りたいと思います。ど素人さんの件については。弊社自体も SNS でじゃあフォロワーさん結構いらっしゃったりとか、先ほどの事例とかでも出させていただいた10万人の方とかがこうさせていただいて成功事例とかもあったりとかするので、その部分で貢献できるかなというところもあったので、ありがたくさせていただければと思いました。谷藤さんのお願いします。弊社も出版のされるっていう方とかで、まだ出版決まってないとか、もう出版直前とかって方とか、パターンでクラウドファンディングの事例とかもあったりもするんで、そういった部分でお力できるかなと思いましたので、お願いさせていただきました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ご紹介します。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。クラファン市場って意外とちっちゃいんですね。なんか聞いてて思いましたけど。お金足りてないから、ここにさらにお金払おうみたいな風にならない気もします。ならないでしょうね。2000億ぐらいで多分なんかあんま伸びてもない。この10年ぐらいだいたい2000弱をずっと。でも第一早期がクラファンになってない気がしますね。新規事業の人が。でもそれが増えすぎたら飽和して集まりにくくなるっていう。クラファンのイメージがあんま良くない層も一部いるじゃないですか。そのなんか不動産とか、なんか仮想通貨と絡んじゃったりとかして、もはやなんかクラファンって言葉じゃないサービスにしちゃうっていうのもなんかもはやありかもしれないな。実質はクラファンじゃんみたいなものありますからね。レディー4ってクラファンって言ってないですよね、多分。先行予約みたいな。実際そうですからね。僕2016年にレディー4でクラウドファンディング1回やってめちゃくちゃ集まりましたよ。4000万ぐらい売ったんじゃないかな。表彰されましたよ。ミスチルのコンサートクラウドファンディングで主催したんですよ。看板はミスチルじゃなかったんだけど、ミスチル枠45分歌っていただいて、そのコンサート費用っていうのを、一部クラファンかけて。お嬢さんはどれぐらいご紹介ですか？100とかはいけると思いますね。ってなると普通にこっちとしても事業として結構しっかりとした事業になる気がするんで、インフルエンサーもそこで成功したってことブランディングになるんで、80% って聞いたらだったらやりたいと思うんですよ。でインフルエンサーやらない理由が、失敗した時に自分のせいになってブランディング落ちるじゃないですか。あ、こいつ人気ないんじゃんってなっちゃうから、80% だったら結構いける気がしますよね。でも期待値めっちゃ下げるって言ってたから、インフルエンサーで100万とかでなっちゃうかもしれないですね。まあでもいいっすけどね。成功が大事です。ビジネスモデル自体のそのパイがどうしてもちょっと2000億でしたっけ、ちょっと小さいから、もうちょっとその外に出て新たな層をクラウドファンディングに引き込むっていうところでビジネスの視点を考えられると伸びそうな気はします。人材層が多そうですよね。クラウドファンディングやろうって思う人の方が多分少ない。クラウドファンディングはなんかちょっと悪いイメージもっていう部分もあると思うんだけど、そういうところの草の根活動から先ほどの企業さんが始められるとちょっと変わってくるかなというふうに思うんだけれども、そこに対して僕のできることが何もなかったんでノットオファーです。来期1位目指すみたいなことを言いつつ、なんか定量的にその1位までの差分がどんぐらいあってとか、なんか他社が何やっててみたいなのがあんまりぶっちゃけぼやっとしてて、そこをそもそも整理してあげるところから、なんかご支援の価値がありそうかなと思ったんで、競合他社さん何やってるかみたいなの、オンライン上ではある程度ツール使えば分かりますし、うちのメンバー使えばある程度草の根的な情報の収集とかもできるんで、まずそもそも方向性というか、なんか目標何でみたいなところからご支援させていただくのがまず良さそうかなって思ったのと、2000億みたいなところからどう半径広げていくかというかみたいなところで言うと、やっぱりその制作会社さんとか、僕がご紹介できるのは担保はそれぐらいしかないので、ご紹介前提としたお時間というかにできれば、なんかお互いウィンウィンなのかなっていう。今回の商談いかがでしたか？結果としてもとてもいい形になれて本当に良かったかなと思っております。オフィサーの社長方の印象をお伺いしてもよろしいですか？事前に YouTube とかも拝見させていただいたんですけども、印象通り皆さん素敵で優しい方ばっかりだったんで、お話ししやすかったです。今回オファーを受けた理由を改めて伺ってもよろしいですか？オファーを受けた理由というより、むしろもうオファーいただいてありがとうございますっていう感じでした。その中で僕らも会社としての力発揮できそうな内容とかもありましたので、お願いさせていただいた形です。今後の展望とかってございますか？直近でいくと、今お話しいただいたオフィサーさんの方からの仕事もしっかり期待に応えられるようにやりつつですね、来期で業界で一番取れたなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。
それってコスパいいバイトやからやってるだけですよね。社会貢献したいっていうので、実際介護ってやっぱりめちゃめちゃきつネガティブいからなイメージがすごい強い。2025年になると後期高齢者の方が全員75歳を迎えて、孫ともは一緒にご飯食べに行ったりとか出かけたり。僕バズると思ったもの全部バズらしてるんで、 SNS は自力でやらん方がいいですよ。時間の無駄やから。あでも100%プロに頼んだ方がいい。僕はそれは半々かなと思って。